皆様こんにちは。今回は JR 西日本の新快速に関する特集です。新快速は京都、大阪、神戸の都市部を経由して関西を横断する列車です。この新快速には個性的な要素がたくさんあるのです。今回は主に次の5点に絞って新快速の特徴を紹介したいと思います。新快速は速いことで知られています。最高速度は時速 130km で、追加料金が不要の列車としては在来線トップクラスです。さらに、新快速は大阪から姫路の 87.9km を62分で結びます。同じ区間を走るスーパーはくとで55分かかることを考えると、快速の一種である割にはかなり速い列車であることがわかります。特に新大阪から京都の 39.0km は24分で結びます。同じ区間を走る特急サンダーバードでも同じく24分かかります。新快速は快速なのに特急レベルの速達性を持つことがあるのです。それどころか特急を追い越すこともあります。土曜日休日のダイヤではるか7号は7時13分に京都を出発し、7時半に高槻に到着します。そのちょうど1分後の7時14分に京都を発車する新快速は7時26分に高槻に到着するのです。その後もはるかは新快速を抜き返すことがありません。新快速は主に米原・姫路間の 198.4km を走ります。ただし、新快速にはこれ以外の区間を走るものがあります。北は北陸線の敦賀、西は山陽線の上郡、赤穂線の播州赤穂に行くものもあります。また、京都から湖西線を経由し、米原を通らずに敦賀に向かう列車もあります。こちらは各区間での標準的な標定速度です。新快速が先ほどのように高速で走るのは京都から姫路の区間だけで、それ以外ではご覧の通りそれほど速く走りません。特に姫路から西、北陸線の米原、湖西線の近江舞子より北では各駅に停車します。新快速は米原・近江今津から姫路までは基本的に12両で運転されます。それ以外の区間に直通するときは増解決され、米原・近江今津から先は4両で運転され、姫路から先は8両で運転されます。ちなみに、1日に1から2本、新快速敦賀発播州赤穂行きがあります。この電車は敦賀から4両で米原に向かい、米原で前に8両増結します。そして12両で姫路に向かい、姫路で切り離しを行い、8両で播州赤穂に行きます。敦賀からの4両は姫路まで、米原からの8両が播州赤穂行きなので、この電車に敦賀から乗っても何らかの形で増結される8両に移動しないと播州赤穂には行けません。なお、8号車と9号車の間は通り抜けができませんので、米原から姫路までのどこかでホームに出る必要があります。新快速の車両には223系1000番台、2000番台、225系0番台、100番台の4種類があります。先ほども申し上げましたが、基本的に米原・姫路間は12両編成で、8号車と9号車の間は通り抜けることができません。トイレは1号車と9号車にあります。新快速の座席はすべてクロスシートで、そのほとんどは転換クロスシートです。今年の3月16日からは、1日2往復だけ、9号車が座席を A シートという快適性の高まったものに置き換えられた車両で運転されます。
この車両は座席にコンセントやテーブル、リクライニング機能が備わっていたり、Wi-Fi が使えたりするようです。なお、A シートは指定席ではなく、事前には何もせずに9号車の座席に座り、車内で清算するものです。しばらくの間は1日2往復だけですが、A シートがこれから他の運用でも使えるようになるかは、現在は未定となっています。この1日2往復だけの導入は試験的なもので、これから他の車両も同様の置き換えが行われることが考えられます。関西は私鉄王国とも呼ばれ、他の地域に比べ、私鉄の影響力がかなり強いです。新快速も並走する私鉄と競合しています。まず、大阪・京都間では、主に阪急・京阪と競合しています。ただし、JR は玄関口の京都駅に向かうのに対して、阪急・京阪は京都の繁華街の河原町・祇園四条駅に向かいます。さらに、京阪は大阪駅の少し南の淀屋橋が大阪側のターミナルです。JR の新快速はこの中では特に早く、大阪・京都間は基本的に28分です。また、全座席が2+2列のクロスシートであることも長所です。ただし、値段が560円と最も高いことと、日中15分おきにしか運転されないことが短所です。阪急の特急は値段が400円と最も安く、10分おきに運転されていることに加え、車内は木目調の上品な内装です。しかし、すべてがクロスシートではなく、ロングシートの車両もあります。また、梅田から河原町まで43分かかります。阪急は土曜日・休日には特急に加え、快速特急の京都レインを走らせています。この電車は内装が京町風の高級感あふれるものになっています。値段はこちらも400円で、所要時間も43分。1日に3本しか走っていませんが、3月23日からは7本に増えるようです。京阪はこの中で唯一梅田から出ておらず、少し離れた淀屋橋が起点です。さらに、その淀屋橋からも時間がかかり、祇園四条まで50分かかります。しかし、京阪特急の車両は非常に快適です。京阪特急には3000系と8000系の2種類があります。3000系は基本的に2+1列のクロスシートです。この電車は1時間に2本走っています。そして特に魅力的なのは8000系です。8000系のほとんどの座席は2+2列のクロスシートです。そして4号車はダブルデッカーと呼ばれる2階建ての車両です。6号車はプレミアムカーと呼ばれる快適性を高めた車両で、リクライニング、Wi-Fi、コンセントなどが備わっています。ただし、このプレミアムカーは淀屋橋・祇園四条間だと500円の追加料金が必要です。8000系の特急は1時間に4本運転されています。京阪はこの他に快速特急の楽々という列車を運転しています。淀屋橋・祇園四条間の所要時間は45分です。この電車は平日に2本、3000系で運転されます。土曜日・休日には1日に5本、8000系で運転されます。特急、楽々ともにプレミアムカーを使う場合を除いて、料金は410円です。こうしてみると、JR 西日本の新快速がいかに速いかがわかります。新快速がここまでの速さを誇る理由の一つに、私鉄との競合だけでなく、東海道新幹線に客を奪われたくないことが挙げられます。東海道新幹線は JR 東海が管理しており、JR 西日本ではないため、JR 西日本は東海道新幹線ではなく新快速を使ってほしいのです。
大阪、三宮間では、阪急、阪神と競合しています。JR 西日本の新快速は所要時間が22分と早く、全列車2プラス2列のクロスシートです。ただし、運賃は410円と、この中では最も高いです。新快速は1時間に4本しか運転されませんが、新快速に抜かされない快速もまた、1時間に4本運転されます。阪急の特急は、所要時間は27分と新快速ほど早くはありませんが、運賃は320円と安く、10分おきに運転されています。車内は京都線と同様、木目調の上品な内装ですが、クロスシートは少ないです。阪神の特急、直通特急は、この中では最も遅く、32分かかります。ほとんどがロングシートで、一部がクロスシートです。ただし、値段は阪急と同じく320円で、10分おきに運転されます。ちなみに、阪神は、この中で唯一、甲子園球場付近に駅を持つ鉄道会社です。大阪、三宮間では、大阪、京都間ほど顕著な差はありませんでしたが、私鉄との競合がある中でも、新快速は、しっかりとその存在感を確立しています。ここで、簡単にですが、新快速の歴史を紹介したいと思います。50年ほど前の国鉄は、当時から私鉄王国であった関西で苦戦を強いられていました。国鉄は、1970年に私鉄に対抗するため、京阪新間を高速でかける新快速を導入しました。京都・大阪間の所要時間は32分、途中の停車駅はなく、新大阪にさえ止まりませんでした。しかし、本数は少なく、1日わずか6往復でした。1972年には、余っていた急行用の車両、153系を充当し始めました。これによって、大阪・京都間の所要時間は29分に短縮され、さらに15分に一度運転されるようになりました。これにより、国鉄は私鉄を抜かして勢いを伸ばし続けるかのように思われました。しかしながら、この車両は座席が向きを変えられないボックスシートであり、しかも運賃も値上げが繰り返され、国鉄離れは進みました。1980年に117系が導入されました。この車両には転換クロスシートや枕カバーが付けられるなど、乗り心地は向上しました。1985年には一部区間で速度が向上し、所要時間を29分としたままで新大阪に停車するようになりました。新快速は利用者を順調に増やし、進化し続けました。1989年には221系が登場し、後に時速 120km での運転も始まりました。1995年には223系が導入され、1999年に朝ラッシュの時の最高速度が時速 130km になりました。2000年には他の時間帯でも最高速度が時速 130km になりました。この頃の新快速は大阪・京都間が27分と現在よりも少し速く走っていました。しかし2005年の福知山線脱線事故の後、 JR 西日本の余裕のないダイヤが指摘され、ダイヤに余裕が増えました。そして2010年に225系が登場しました。これが新快速のおおよその歴史です。最後に新快速の塗装について説明します。現在の塗装は白、青、淡い茶色、濃い茶色の組み合わせですが、これにも歴史があります。新快速が走るよりずっと前、80年前のことになりますが、京阪新間を駆け抜けた急行がありました。52系という塗装が濃淡の茶色の電車です。この塗装は後継ぎの急行用の形式にも受け継がれ、
新快速用に新造された117系にも採用されました。その後、国鉄の民営化で JR 西日本が発足した後、221系が製造されました。塗装は白地に以前からの濃淡の茶色を施し、その上でコーポレートカラーの青を付け足したものです。223系は221系の濃淡の茶色と青を引き継ぎました。また、白地ではないものの221系の白も施されました。225系の塗装も223系と同じです。以上が新快速の特徴でした。関西を訪れた際には、ぜひ新快速に乗車してみてください。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。